ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。普段はハンドメイドで作り方を配信しているんですけれども、期間限定でこの春北欧5カ国を周遊してきた旅の様子を Vlog で配信しています。旅の目的は訪れた国で手芸店を探して観光もしつつ珍しい布を探してくるというテーマで旅をしています。よかったら旅の Vlog も楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで今回の動画はヘルシンキ滞在中に1日観光をしたエストニア・タリンを紹介したいと思います。実は前日にこのフェリーのターミナルに来て行き方を予習してたんですけど、この当日の朝もまたね結局道間違えちゃって行ったり来たりしてたんですよね。でもね無事に時間内に到着できたので良かったです。タリン行きのフェリーはターミナル2にあるんですね。ストックホルムから来た時とは違うフェリーの乗り場だったんですけど、滞在しているエアビーからも30分ぐらいで行けたのでアクセスはねかなり良かったです。今回もタリンクシリアラインを使いました。往復で42ユーロぐらいで日本円だと6400円ぐらいになりました。だいたい30分ぐらい前に乗船できたので早速中に入りました。このオープンサンドがとっても美味しそうで帰りに食べようって思ってたんですけど、もう帰りはね疲れて眠くて結局ね逃しちゃったんですよね。でタリンまでは2時間なんですけれども、船の中に免税店が入ってるんですよね。なので結構ね退屈しないであっという間に2時間過ぎていきました。免税品はムーミンの他にももちろんねマリメッコもたくさん売ってました。もうねすでにアウトレットでお買い物してたのでもうここではねお買い物しなかったんですけど、金額サーチだけはしておいたんですよね。意外とねアウトレットと変わらないか少しね安いかなっていうものもありました。マリメッコっていうと可愛いウニッコのイメージが強いんですけど、結構このヘルシンキに来てからこの石ころみたいなラッシーマットっていうんですけど、このデザインを見ることが非常にね多かったですね。ちょうど季節的に春だったせいかこういうね明るめなひまわりみたいな柄の新作とかも並んでました。こうやってね改めて見るとねすごくね美味しそうですよね。でもねこの時ねこの日は前日にお料理教室でシナモンロールを作ってきたのでそれをね持ってきてたんですよね。でコーヒーといただきました。まだねこの時期は人が少ない方だったと思います。まだ寒かったし、ただオンシーズンになるとこの座席がね全部いっぱいになるみたいです。でみんな看板に出てるのか窓側の席も結構空いてたんですよね。そうそうバーガーキングもありました。でちょっと看板に出てきたところです。そろそろ着くかなって頃で遠くに旧市街が見えてきました。で13時ちょうどにタリン港に入港したんですけど、実はこの時ねのんびりしすぎてもうね皆さん降りた後だったんですけど、私はてっきりまだ放送が入ってないと思ってずっとのんびりしちゃったんですよね。そしたらねもう帰りのヘルシンキに向かう乗客が乗り込んできちゃって慌てて降りました。またそのままヘルシンキに戻るとこでした。危なかったです。でタリンクシリアラインが到着したのは D ターミナルになりました。ここからね市街地までは結構ね歩きます。で本当だったら人の流れでそのまま市街地に迎えたんですけど、のんびりしすぎてもうね誰もいなかったんですよね。なのでまたね Google ナビ頼りに向かいました。でもね時間たっぷりあるし、のんびり行こうってことでマイペースで進んでます。で大通りを渡ってナビ通りに進んでいったら見えてきました。車が通る横で馬車が走るってなんか不思議な光景ですよね。でやっと入り口に到着しました。フトッチョマルガリータです。ここまでねフェリーの乗り場から30分もかかりました。途中寄り道してたんですけど意外とね距離ありましたね。タリンはエストニアの首都なんですけれども、この旧市街が歴史的遺産ということで世界遺産にも登録されています。これはスリーシスターズといって有名な建物になります。この街全体が中世のヨーロッパみたいな雰囲気なのでとてもね人気のあるスポットになってます。ここはねインスタライブでも一緒にお散歩したコースになります。よかったらねライブの方も見ていただけると嬉しいです。でこちらは視聴者になります。
今回タリンでは建物の中に入ったりそういう観光はしなかったんですけど、外回りだけぐるぐる回ったり景色を楽しんできました。ちょうど週末の日曜日だったので、ここでねマーケットやってるかなって期待したんですけど、残念ながらねここでもやってなかったですね。ちょうどね目の前の上にある展望デッキまで向かっていきます。タリンは高台からの眺めが素晴らしいっていうことで結構インスタでも紹介されてたんですけど、ただねここまでの道のりがちょっと長かったです。結構タリンでは歩きました。でさっき遠くから見えた高台のところまで来ました。朱色の屋根とちょっとね淡い黄色の壁になってますね。でこの景色見てて思い出したんですけど、ドイツのルーテンブルクに行った時も似たようなこう赤い屋根のお家を見たんですよね。ヨーロッパは意外とこういう赤い屋根が多いような気がします。タリンは街並みを楽しんだだけでこういう建物の上に登ったりとかはしなかったんですけど、インスタとかで見てるとこの建物から見る景色とかインスタ映えするスポットが結構あるみたいでした。このね印象的な建物なんだろうって思ってたら、19世紀に建てられたロシア正教会の大聖堂だそうです。でさっきの方が正面かなと思ったらこちらが正面でした。すっごいおしゃれな感じですよね。フィンランドって言ったらもうロシアとつながってますからね。4年前に旅行の計画を立ててた時はロシアにも行く予定だったんですよね。でまた戻ってきました。ここの建物ちょっと変わってたんですよ。3つね並んでてなんかトーマスみたいですよね。顔みたいに見えます。でここも入り口になってました。ここね馬車いたんですよ。エストニアといえばリネンの国でもあるので、ここでもね手芸店とか探してみたんですよね。でハンドメイドショップとかもあったんですけど、実際に布が販売されてるお店もあったのでそこを覗いてきました。でここの店主の方がすごく親切で、カラーリネンってこんな風に折りたたんでると折ったところから色あせてってしまうんですよね。なのでできるだけ色のあせてないものを選んでいただきました。結構明るめの色をチョイスしてきました。あとねレジのところで見つけたこの木のボタンもおしゃれだったのでお買い物してきました。帰り際にオーナーさんにさよならって言われたんですよね。びっくりしました。結構ね日本のお客さん多いみたいです。ここね毛糸がメインで販売されてます。本当はこの城壁を登りに来たんですけど、その途中で布屋さんを見つけちゃったんですよね。でも城壁に登ってたら布屋さんは見れなかったし、今回のタリンの1日観光でちょっとね失敗したなって思ったのは時間配分なんですよね。旧市街地自体がとても狭いので一周するともう結構すぐ回れちゃうんですけど、だいたい5時ぐらいになると閉館時間だったりして中に入ることができなかったので、船の時間まで結構ね持て余しちゃったんですよね。そういうところがちょっとねもったいなかったなって思いました。もうね結構ここに来てからだいぶ歩いてたんですけど、もう最後だってことで力を振り絞って歩き回ってました。でタリンはちょっと不思議なんですけど、半地下みたいな建物とかもあって、お店もねこの建物の下にあったりとかもするんですよ。で6時ぐらいになると日が暮れてきた感じなんですけど、まだね船の時間まであるので最後に旧市街をぐるっともう一回ね一周したところなんですけど、結局ねこの日歩いたのがねなんと3万4000歩だったんですよね。普段歩かないのですごい歩いたなって気分なんですけど、最後眺めのいい場所があったので行ってみました。でここに来るまでに30分ぐらい歩いてきたんですよね。でこの後にこの階段登るのかって思ったんですけど、でもねもう最後の
力を振り絞って、もうこれで最後だなって思って登ってきました。でもね、これ登ってね、正解だったんですよ。本当にね、素敵な景色でした。でさっきの展望台と景色が似ているようなんですけど、ちょっとね方向が違うので、私は結構グリーンが映えてこちらも好きでした。船の時間は10時だったんですけど、この旧市街からターミナルまでだいたい歩いて30分ぐらいかかるので、ターミナルの近くでご飯食べようと思って早めに戻りました。でも実際そんなにお店がやってなくって、近くのスーパーでお買い物しました。船のチェックインが9時45分で意外と早かったので、すぐね乗ることができました。船から見た夕日もすごく綺麗でした。帰りの船は座席がほとんど埋まってて、で疲れて私もね寝ちゃったんですよね。ヘルシンキに到着したのはもうね1時近かったんですけど、暗い夜道を覚悟してたんですけど、意外とね街中ライトアップされてて明るかったので怖くなかったんですよね。でそのまま寝たらもう絶対朝ね足動かないなと思ったので、 YouTube 見ながら足のストレッチをして、で着圧ソックスもしっかり履いて朝までぐっすり寝ることができました。ということで今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして次の動画がいよいよ最後の動画、ヘルシンキ観光編になります。よかったら次回も引き続きご視聴いただけると嬉しいです。